扁桃体のこの横の噛み合わせだけじゃなくて、こう来てこう来てこう来て、この横幅の4畳半ぐらいで詰めます。この人は。こんにちは、文鎮です。今回はですね、都道府県の書き方を解説していきたいと思います。で、この都道府県の書き方ね、実はいろんな視聴者の方からちょこちょこご要望いただいておりまして、今回からですね、地方ごとに都道府県の書き方を解説していきたいと思います。で、僕はですね、書道の師範の資格を持っておりますので、これまで多くの人に文字の書き方というものを伝えてきました。で、もちろんその中でいろんな人のいろんな字を見てきましたけども、大体ですね、どの字も、こうやりがちだよねとか、こうやっちゃうとちょっとかっこつかなくなっちゃうかなみたいなポイントって結構実は頭の中に入っておりまして、そのあたりもですね、コメントしながら解説していければいいかなと思います。では今回は北海道と東北地方6県なので全7県ですね。解説始めていきます。じゃあ最初に僕がお手本書きますので、まずはそれ見ていただいて、その後に解説していきますね。さあ、では北海道ですね。いきなりちょいむずです。道もね、信用がね、皆さん苦手だと思います。解説しますんで。はい。すいませんね、ちょっと鼻炎で。北海道ですね。はい。北海道はですね、まず北から行きますと、もういつも僕が言ってる通り、横角は右上がりすると。で、こういうのも、これ左払いなんですけど、左払いも右上から左下にスッと下ろしてくる感じですね。で、これはちょっとこっちよりも少し上に角度を急にしてあげましょう。ここに向かうイメージ。気持ち的にこう来るイメージですね。で、この縦角は少し右側の方が背を高くしましょう。そしてこれはスーッとまっすぐ下ろしてきて我慢してこの辺りまで来たら曲がり始めて最後止まって上に跳ねます。なので角度がですねこう足りなかったりとか、こっちがこう下がってしまったりとか、こう下がってしまったりとかするとかっこ悪いです。なのでしっかりこう構えをねしましょう。こことここどうしてもやっぱり重くなりますので、ここも立派にすることによってこう左右のバランスを取るということになります。で、この間はしっかり空間を空けてください。はい、これが北ですね。で、海はまず山水は幅を取らないようにしましょう。ここね、よく見てみると結構こっちの舞っていう字の方がこう半分、ここ中心線ですよね、より思いっきり左に入ってますよね。これでいいです。逆に山水がこう広がっちゃうとこんなにね、こっち3つしかないんですよ、角が。で、こっちはもう多いですよね。なのでこっちどうしても密なのに、これが広がっちゃうともうぎゅうぎゅうで狭くて居づらいっていう感じになっちゃうので、この舞っていう字にスペースをしっかり与えられるように、もう山水は遠慮しましょう。こうね、もうこれぐらい、もう幅超狭で4畳半ぐらいで詰めます、この人は。で、こっちはね若干図体が大きくてっていうところなので、こっちは広めにスペースを確保してあげましょうというところになります。はい。で、この舞っていう字ね、
これ難しいと思うんですよ。こう母とかこういうのね、難しいと思うんですけど、よくあるのはそうだな、ここがねこうちっちゃくて足ばっかこう長くなっちゃってこうなってるのとかは結構見ます。はい。こうすると、足長ね一見かっこいいのかなと思うんですけど、こういうやっぱ白ボカーって開いちゃうとなんとなくこう間抜けというかね、間が抜けてしまって見えちゃうので、こういうところはしっかりこういうの長くして思いっきりスペースを取って、なおかつ下まで引きずらずに開けるところは開けましょうというところになります。ちょっと鼻かみますね。すみません。さあ気を取り直して、でここも開けたいですね。こうなってこう母が入っていかないようにここを開けましょう。ここを長くするんじゃなくてこっちを頭を長くしてね。鼻水やばいっす。すいません。はい。さあじゃあ問題道ですよね。道はねそうだな、道はね信用が皆さん多分もう苦手真っ盛りだと思うんですけど、信用はですね、まず信用に乗っけるこの具がありますよね。パーツがね、大体何かしら乗っかりますよね。こいつをまず大きくしすぎないっていうことが一つ重要になりますね。この信用がやっぱり支えないといけないので、ここがでかくなっちゃうともう重くて支えられないよっていう風になっちゃうので、ここはちっちゃすぎず大きすぎずっていう、それが難しいんですけどっていうところに抑えたいですね。はい。というところなので、首はそうだな、ここがまず長くなりすぎるともうこれがね要は主役なんですよ。この人も主役、こいつさえ立派に見えればもう OK みたいな感じなので、こういう横幅取る字というか横幅取る角ありますけど、こういうとこねしっかり開けてやりましょう。この人があくまで伸びて見えたいというところになります。なのでここはこの最初のソみたいなのよりは少し長く幅を取るんですけども、ここはあくまでこの人のために確保しておきましょうというところになります。なのでこの頭のねソとこの下の目、同じぐらいの幅にしてやればいいんじゃないかなと思います。この目がねあんまりそうだね、こう細かったりとか逆にこう太すぎちゃったりとかすると、ちょっとかっこ悪いので、こういうところもしっかり開けられるようにちょうどいい塩梅でやってみるといいと思います。で、肝心な信用なんですけど、信用はこう結構ねなんだろうな、3みたいになっちゃう人が、3って数字の3ね、こういう風になっちゃう人が結構いたりするんですけど、3とは思わずにまずはじゃあここをね開けます。これなんでこれかっこよくなっちゃうかっていうと、これが結局長くなっちゃうんですよ。皆さんこうなってこうなってこうなってこう引いちゃうからなんかかっこ悪いみたいになっちゃうので、ここは、しっかりまずここ開けましょう。1点目と2画目とか開けて、でここはまず斜め右上がりにして、ちょっと真下かちょっと左下に行って右下で、横もしくは左下ですね。ここから右下左下で一回離して、この延長線で一回止まって、またちょっと戻ってここにぶつかったら今度こう右下に降りてくる感じ。難しいね。難しいんですよこれ。信用だけ書くとこう来てこう来てこう来て、でここ来たらちょっと戻って、もう右上がり大事ですよ。ここピュッとでこう下ろしてきて、そしたらこ
この終わりの下のところまで来たら横にこう払うといい感じになります。これは練習ですね。練習していきましょう。ちょっと北海道ばっかりにね何分かけるんだっていう感じになっちゃうので、どんどん行きましょう。じゃあ青森ね。県は省略しますね。はい。で、青森なんですけども、青も結構苦手な人結構います。こういうところ同じぐらい開けるのはそりゃそうなんですけど、まずはここのくびれをしっかり作りましょう。これ、1画目のこの上の横画、真ん中の横画は、同じ長さかちょっと上が長いぐらいでいいと思います。肝心なのはこの人がしっかり目立とうというところなので、長さがこうあんまり変わんなかったりとかするよりかは、1画目中くらいにして頭出してちょっと短め、真ん中はね、でこの人をしっかり伸ばしてあげましょうというところになります。で青はここにも空間を思いっきり開けたいので、月がねどれぐらいの幅を取った方がいいのかっていうのはちょっと考えどころなんですけど、太すぎるとそうだな、こうなっちゃうとか、ちょっと月はやっぱりねもともとこうスマートな字なので、あんまり太くするとかっこ悪いです。で逆に場所がどんどんやばい。これね細すぎても大丈夫かみたいな、この上のこの頭支えられるのかみたいになっちゃうので、これぐらいっていうと難しいので、このねこれより少し幅、この上のこの横角より少し狭いぐらいって考えてずっしり構えてあげましょう。でここを開けてねしっかり足長にしてやりましょう。森なんですけど、森は以前、文字はパズルっていう動画を上げてですね、その中でもこの木の3つの組み方について説明しているので、ちょっとそちらもね参照していただきたいんですけど、森に関してはこの3つをどうやって組むかっていうところで、まずこのじゃあ林を考えましょう。林はね辺と作りの字なので、いつも言っているように外側を広げて、こういう風にね外側を広げます。で内側こういうこの辺と作りの接するところは狭くしてやると。そうすると噛み合いますよね。で上はですね、今度この辺と作りのこの横の噛み合わせだけじゃなくて、上と下上下の噛み合わせも自由になってきますので、ここで高さありますよね。そうすると上この頭をしっかり出すことによって下と上の力を均衡させられます。なのでこういうところはなるべくあんまりこう高さが、高すぎないように抑えめにしてあげて、この頭を出すんだっていう気持ちで書いてやりましょう。なので一番目立ちたいのは当然この右払い最後なんですけども、頭もねしっかり出してやることが森は大切になってきます。はい。なのでよくお子さんとかで多いのはこうただ木が並んじゃってるみたいな、木3つ木かみたいな感じのやつは結構見るので、そこは気をつけましょうというところです。はい。さあこのペースで終わるんでしょうか。はい。じゃあ岩手いきます。岩手もちょっと難しいと思います。この山が味噌。さあ岩手いきますよ。岩手はまず山の描き方なんですけど、いろいろあります。昔の中国の
の、筆が立つ人の残している字を見ても、こう末広がりのこういう山があったりとかすれば、逆に尻すぼみの山もあるんですけど、個人的にはこのちょっと内側に入った尻すぼみの山の方が好きなので、大体こうやって書いてます。でなおかつこうくびれができるので、こういうねので、個人的にはこう内側にキュッと入った方がいいかなと思います。でこういう空間のところはしっかり揃えましょうというところですね。で頭しっかり出して、はい。で岩は目立つのはここかな、左払いなので、上はこうあんまり幅ドーンって取っちゃうと、どこが主役なのかちょっとよく分かんなくなっちゃうので、あくまで、左払いが目立つというところ、目立たせるというところで、この人が目立ちたいので、上はこれぐらいで、大体この横幅は同じぐらいでキープしているというところです。でしっかりこれ伸ばしたら、この石も、真ん中にこの石の口ね、真ん中にこう配置するんじゃなくて、こっちに伸ばすんで、ちょっと右にずれてあげましょうということで、ここが中心になるぐらいになるといいんじゃないかなと思います。で手はね、この足長が一番大事です。であとはこの横3本あるうちの一番下がしっかり長くなるというところです。でこういう間の間隔はしっかり空けましょうと、揃えましょうというところになりますので、こういうね、曲線の字たまに出てくるんですけど、あんまりこうひらがなのもというか、ひらがなみたいにこうぐーっと曲げてこうやるとちょっと漢字から離れちゃうというか、ちょっと曲線のイメージになっちゃうので、やるのであればこう一回キュッとちょっと右下に下ろして、こっからあまりこう外に曲げずに、こう横にこっからこっちに移動した分戻っていくイメージ、こうねでやるといいんじゃないかなと個人的には思います。はい、じゃあ次なんだっけ、来たね。大丈夫かこれ、20分30分ぐらいになっちゃいそう。充実してると思いますよ、多分内容的には。で来たね。さあ秋田です。秋田はね、本当に辺と作りの字の特徴をしっかり出しましょうというところなので、こことここに分けて、内側これとこれは狭くしましょうねと。で外側こういうところ伸ばしましょうねと、こういうところね風になりますので、外にこうギュッと広がるイメージですね。はい。で乃木編より秋の方が少し上で終わるとかっこいいかなと思います。なので火はここはもう内側絶対に幅を取りたくないので、もうこうやって立てるぐらい直立しちゃっていいと思います。でこっちはしっかり払うというところになります。で他はこの秋より画数が少ないのでちょっとコンパクトにしてます。わかりますかね。ここが秋の幅だとすると、少しだけこう実は幅を削ってるんですね。で高さもこんだけ開けてやってます。でも極端に小さく見えないのは、もともとこういう風に白がドカッと開いてる字なので膨張して見えるんですね。だから先にそれを予測してコンパクトにしておくということが大事です。で当然口の字なので、こう中にキュッと入って、こっち側もキュッと入ってくびれを作りましょう。でこことこことここは同じぐらいになって、中心もしっかり捉えると
いうことが重要です。はい。鼻かみます。さあ、全然終わらないですね、これね。あと3つもあるよ。宮城。はい。じゃあ宮城いきますよ。宮城。こんな感じかな。はい。さあ、宮城県ですけども、宮城県はですね、まあ皆さんもわかると思うんですけど、主役ね、このうかんむりを主役にしましょう。広げて。で、こう、キュッと、キュッと入るような字形にすると、まあかっこいいんじゃないかなと思います。はい。なので、この下の中ですね、風呂のろっていう字は、もともと風呂のろは上の口が狭めで、下がちょっと広がるので、この幅、このうかんむりの幅に干渉しない程度に、こう、幅の違いをつけているというような形です。はい。なので、そうだな。ちょっと狭くなっちゃって、口がこう大きくなっちゃったりとか、これを広げたとて逆にこう広がって下がこうちっちゃくなっちゃったりとか、あんまやらないと思うんですけどね。はい。というところ気をつけましょう。で、こことここは大体同じぐらいとするといいんじゃないでしょうか。はい。で、白っていう字はね、ちょっと難しいんですけどね、かっこよく書けると超かっこいいと思います。はい。なので、これもね、辺と作り、ちょっとこの土辺はちっちゃいんですけど、同じような考え方で外側をこう広げていると。で、主役はこれですね。もちろんこれが最も目立ちたいので、こういう秋ね作りましょう。それとここの秋、要はこの人が目立ちたいので、この横幅の目立ちと高さの目立ち、どっちも考えましょう。なのでここをね、この塊はギュッてしたい。ギュッて集めて、これだけぴょこって出てやると、これが伸びて目立ちますよというような感じです。うわー、もうこれテロップ入れるの大変だわ。はい。それは自分の仕事なんで。さあ、山形ね。もう30分になっちゃうな、これ。さあ、山形行きますよ。山形はね、そんなに多分解説することはないはずなんですよ。はい。山形のね、山ね。さっきも山の話したんですけど、こう末広がりにするか尻すぼみにするかはお好みでどうぞという感じです。はい。なので気をつけたいのはここね、こうしちゃって、要はここね、ここの空きがなかったりとか、ただのインベーダーみたいなっちゃうとちょっとかっこ悪いので、こういうこう来たら右に上がってちょっと落ち着かせたらこういう感じで、こことここは同じぐらい開けてやりましょうというような形ですね。なのでここがこう下引きずっちゃったりとか、あんまりこの高さがこれとこれとこれの高さが変わらなかったりとかしちゃうとかっこ悪いですよと。山なのでね、もう山の形のようにバーンと三角で突き抜けましょう。はい。で、形っていう字は、こっちの作りの方が、大きく見えたいので、こっちのこの鳥居の方はちょっと背を低くして下も開くようにしてます。はい。
でこの作りの方は全部同じようにこう引くんじゃなくて、1画目と2画目はまあ同じぐらいにしてもらって、3画目をちょっと角度を立てて長めに引けるようにすると、まあ、格好がいいかなと思います。でちょっと外に入れるといいと思いますね。こうしましょう。で当然、この分外に出るので、ここもこう外側をねこう長くしてこうやってかけましょうと。まあ、こうやって均衡をね取っていくんですね。はい、うまく解説できてる気がする。そして最後、はい、福島いきます。はい、福島ね。福島も福もちょっと福も島も難しいです。はい、福島ね。ちょっとごめんなさい、鼻かみます。さあ、いきますよ。福は、まあこれも辺と付きの字なんで、もう皆さん聞き飽きてると思いますけど、外側を広げましょう。伸ばしましょう。で、内側はこうした時に、もうこんだけね、もうちょっと。で、こういうのも、こう寝かせずに立てることによって、ここに白を作りますと。ね、こういう風に考えていきます。で、右側のこの作りね、まあ、どれを幅を広げようかっていうことなんですけど、まあ、個人的にはこのタを広げて、上のこの横棒1本と口は、まあ、同じぐらいの幅にして、下だけね、こう広がってやればいいと思いますし、まあ、昔の人が書いてるのは、これもありましたね。この上が長くて、ちょっと口は狭くしてまた広げるとか。まあ、これね、お好みでどうぞっていう感じなので、まあ、どれか気に入ったのがあれば採用してください。で、示す辺より、まあ、さっきちょこっと直しましたけど、この高さをね、少し机の方が上で終わってやるとよくて、上も示す辺の方が背が高くなるとスッキリするかなと思います。さあ、島ですよ、問題は。島はね、難しいと思いますよ。で、中心どこかっていうと、中心をこれに合わせようとするとちょっとずれちゃうので、中心から始めるぐらいの気持ちで置いて、横行って、ちょっとずれちゃったかなと思いきや大丈夫ですと。で、まずここは狭くしましょう、幅を。で、ここもちょこっと出て、これをね立派に見せたい。高さも取って、そしたらこの上の白の真ん中を下ろしてきて、ここに山の1画目押して、で外にねこいつが出ていって、でこれと同じような角度で右上がりにちゃんとして、でこことここ同じぐらい開くようにしてやると、どっしり構えて、なおかつこういう足もちゃんと出るような字になります。なんか赤で書いた方がうまかったです。はい。ということで、はい。いかがだったでしょうか。ちょっと長かったですね。ごめんなさいね。でも、いろいろ、勉強していただけることあったんじゃないかなと信じたいところです。はい。ということなので、今回はこちらで終わりにしたいと思います。引き続き都道府県シリーズ進めていきますので、ぜひですね、もし気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。通知の登録もしていただけると、ね、他の地方の都道府県の解説動画もご覧いただけるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。Twitter と Instagram もやっておりますので、フォローよろしくお願いいたします。はい、長くなりました。ごめんなさい。では、また次の動画でお会いしましょう。文鎮でした。バイバーイ。